チリというか、もうバッチリですね。まあ相手でかいんで、まあ得意の飛び込む、まあしっかり KO しようかなと思ってます。格闘技の面白さをみんなに伝えたいんで、まあ、そうなると決めることじゃないですか。やっぱ倒したりとか、自分の気持ち的にまあ決めに行こうと思ってましたね。最初はやっぱみんな反対ですよ。なんでだよみたいな、なんで大臣なんで日本帰ってくるのみたいな感じでしたけど、誰にも言わん相談しないで言ったんで、空手の先生とかなんでだよみたいな、まあでもそれはまあしっかり説明して、まあそれは納得してくれました。試合終わってで実家戻って、自分の空手の先生が今ちょっとがんで弱ってるんですけど、闘病してるんですけど、そこで全然泣かない先生が俺の誇りだって言って泣いたんですよ。だから帰ってきてよかったなと思ってます。一番最終的に決めたのは、 USC 離れるのを決めたのは、その先生のこともあるし、近くで見せたいっていうのもあるし、やっぱ応援団とかにも見せたいっていうのもありましたね。本当はその堀口選手とやりたいっていう気持ちは、自分がこう培ってきた本物のスキルと堀口選手のような本物選手と戦ったら何かこう感じてもらえるんじゃないかなっていう視聴者の人に感じてもらえるんじゃないかなっていうものがあったんで、戦いたいっていうリベンジしたいっていう言い方で出てきてたんですけど、堀口君が言うように野球とかサッカーにこうスポーツとして認知されたいっていう思いは僕もあるんですけど、もう終わったから言えますけど、特に日本人のファイターで大塚選手もそうですし、堀口選手も、高い志を持った仲間みたいな気持ちがあるんで、試合前は言えないですけどね。はい。打倒堀口、俺は覚悟が違うんだ。石渡慎太郎、ケビン・ペッシー。石渡慎太郎対ケビン・ペッシー、いきなりバックスピンから入っていったケビン・ペッシー。もう一つ。1回目はやってきたと思いましたけど、2回目にまたやるのかと思ってちょっとびっくりしましたゲームプラン通りに進んだんですけど、スタンドの打撃のディフェンスが穴だって踏んでたんで、スタンドで倒すか、もしくはその、ダメージ与えて彼がスタンドを嫌う展開になってくればレスリングでも勝負できるかなって思ってます。随分体格差ありますね、こうやって見てみると。終わってみれば組み技の自力に差があったなと思いました。ジョン・ジョーンズらのレスリングコーチを務めるいいパンチだ方にしっかりレスリングのタックルを教え込まれました。さあその中で上から鉄槌パウンド、それをさせないようにしてた。ここで立ってくるかケビン・ペッシー。石渡としては立たせたくないところですが、堀口教授と対戦するためには決勝戦しか可能性はありません。そこだけしかない。右のハイキック、ここで少しバランスを崩したペッシー。いやただ関根さん、堀口の前に強敵が多すぎる。これは得意技です。今回の試合でこれが当たるだろうと思って踏んでたんですよ。ここまで豪快に倒れるとは思ってなかったですけど、これを当てて次につなげていくっていうつもりでした。本当にただ一つ買っただけです。取るんだったら薄め。はい。
最高の右フックがよかったです。がっつりちょっと強さを見せれたんじゃないですか。みんな多分合います。僕のこと強いのかなって疑ってたと思うんでよかったです。どうですかオリベイラ、試合とか見られましたか、川尻さん。いや、もうアップとか見ててめっちゃ強いなと思って。ルブ選手もまあ苦戦してもおかしくない。苦戦はすると思います。でも勝つんじゃないですか。ガブリエル・オリベイラ、堀口恭司、史上最強のメイドインジャパンを証明する、その宿命を負ったバンタム級トーナメント。まあ自分はこの時は身長差とかあんまり関係ないですね。空手でもう全然もっとでかいやつとかねやってるし、全然問題ないです。左フック飛び込んだ。もうスピードは全然自分の方があるっていう、もうセコンドも言ってて、スピードで勝負しようっていうのをもう考えてましたね。これはもう空手の入りなんですけど、蹴りが来た時に合わせてタイプのほら、うわ飛び込んでローモーション左サイド。あんまり効かないんですけど、まあ相手はちょっと面食らうかな。そうです。ボディーだ、左返し。飛び込んでいく。一旦距離取りました。左追ってる、左呼び込みながら左すぐ両差しです。早くもそして崩していく下からお見事。そしてラウンドの終盤ではしっかりテイクダウンをしていく。はい、これはもう本当はコーナーはいつも通りやってもいいけど、相手は寝技できてないから寝技でいこうって言われてたんですよ。作戦では寝技でいこうって言われてたんで、いつでも入っていいからなって。でパウンドもそうですね。自分いつも立たれてもいいと思ってるんで、強いパウンド打って立たしちゃうみたいな感じ。これでも終わると思ったんですよ。でも終わんなかったんで、ああさすがだなと。衝撃だな、おい。ショートアッパー入れながら立ち上がり、際前蹴りだった。あれ、ボディ効いたんじゃないですか。飛び込んでいく。今回ちょっとこう回らないでやろうと思ったんですよ。もう倒しに行こうと思ったんで。何で仕留めてくれる。右のストレートで最後ちょっと近めで自分のカウンターも狙いつつ近めでやったんです。その方が KO も多いんです。いや ATT のコーチたちはこのオリベイラ戦に関してはテイクダウンいつでもして寝技でいっちゃおうっていう判断だったんですよ。でも自分はもうやっぱり KO を取りたかったんで1本じゃなくて、だからまあ距離近づけてやるっていうのを言ったんです。そしたら「矜持がいいならそれでやれ」でもしもやりづらかったらテイクダウンいけよっていう指示です。うちの課は一体いつからこんなことになってしまったのか。あ、かわいい。じゃあおはぎこっち向いて。君いつまでやってるんだ。そろそろ仕事したまえ。ちょっと待ってください。なかなか角度が決まらなくて。角度がじゃないんだよ。こっち向いて。てか犬連れてきちゃダメなんだよ。犬じゃなくておはぎなんですけど。犬じゃないか。おはぎやんな。でこれめちゃめちゃうちの娘可愛いやろ。ほんま癒されん。ゆうちゃんもええやろ。ここまで正面から奥さんの自慢できる日本人なかなかいませんよ。じゃあ今度ナイトプール行かへん。家族自慢からのナンパ、メンタル強すぎるな。食うなあ、君は食うなあ。食うかパソコンがどっちかにしなさい。食うのかよ。こちらでいいでしょうか。え、
鉄板で自分鍛えてるんで。仕事してくれ。いい笑顔だ。まずい、このままではまずい。引き締めなくては。というわけでこの AK レーシングの CM 制作を何としても我が営業参加で勝ち取りたい。他の部署と差をつける意味でも何が何でも勝ち取りたい。クライアントを納得させる何かいいアイデア誰かあるか。はい、やはり実際に座ってみると疲労の軽減と集中力の持続を感じます。ここを前面に押し出すのはいかがでしょうか。なるほど、急にまともだ。いいね。他には。やはりこの内部メタルフレームが再設計されたことによりよりゆったりとした座り心地になったことを取り上げるべきだと思います。お、いいよ。私はむしろアームレストの位置を自由に変えることができることにより自分の快適なポジションに作れることに注目するべきだと思うんですよね。確かにお前らやればできるじゃないか。他には。僕はフルフラットになるリクライニングシステムも見逃せません。オフィスでのリラックスには欠かせませんからね。そうだ、いいぞお前ら。持ってくれ、持ってくれよ。この椅子おはぎにぴったりだと思うんです。いつもベッドがここにいるんです。どうした、また犬の話したな。だったら俺も六本木でもんちゃん二度ですごいよって言われどうした、てます。六本木の話なんかしないぞ。私はむしろ肌は綺麗って言われます。椅子はどこ行った。床が傷つきにくいキャスターで転がる時の騒音がほとんどないのもメリットだと思います。いや、真面目だな。真面目だ。そのまままっすぐ育ってほしい。でもここだけの話、これに座ってからすごい三日月蹴りのキレが良くなったんですよ。理由を教えてくれよ。いや、それは違いますよ。だな。三日月蹴りより後ろ蹴りの角度が絶妙に良くなってたもんですよ。蹴りの種類を指摘してるんじゃないんだよ。いや、むしろ肌の張りが一番実感できます。お前そればっかりだな。肌は間違いなく関係ない。やはり耐久性に優れた上質な素材感も見逃せません。可愛い。俺はお前が一番可愛い。見て、おはぎが眠いって言ってる。やっぱりこの椅子がいいみたいです。気にしなさい。ほら、俺体めっちゃ柔らかくなったんですよ。家でやりなさい。むしろ唇のボリュームがやばくなったんですよね。肌じゃないのか。唇は知らない。見てください。こんなことができるようになりました。もうなんて言っていいのか。あ、私のローも見てください。俺の飛び膝蹴りも高さやばくないですか。むしろこのオーバーハンドやばくないですか。こんなこともできます。何してんだ、もう君たちでやめなさい。いい加減にしろ。全然 AK レーシング関係ないじゃないか。もっと勉強し直してこい。出てけ。究極の椅子論争に終止符。思考の一体感と快適性。世界が認めた AK レーシング。今あなたの仕事と暮らしを変える。すいません、新しいお茶が入りました。また鉄板。しかもでかい。帰りなさい。 AK レーシング。で確認できましたらもう全然リングチェックの方行っていただいて大丈夫です。試合目だからな、すぐだよ。一昨日立ったばっかですけどどうですか。別に試合やった感じないんで全然問題ないです。1個勝った念願の堀口戦にそうですね。高いですけど、はい。いかがですか。もうそこ見据えてますけど、まあ次で死んでもいいぐらいの次に集中して頑張ります。マネルセミファイナルに進出。それに要した時間はさあ接近だ2人。マネ結構いい選手だなと思って。まあでもはっきり言ってレベルが違いますよ。いやはっきり言ってですよ。まあずーっとなんか言ってますよ。なんか4分とかなんか言ってたけど別にはいはいはいみたいな。はいはい分かった分かった。ビビってんじゃん、顔が。ちょっと違うじゃん、いつも。堀口さんプライベートで喧嘩とかもしないでしょ。そうですね、しないですね。そして割と早い段階でこう当たってくるんですね。そうですね。
そんなに反応も良くなかったんで。距離がちょっと近いんですよね、いつもの堀口選手より。全然ちょっと初戦と違う間合い。そうですね、ちょっと近めで、これもカウンター狙いながら自分の攻撃、相手が来なかったら自分の攻撃を出すっていう。そうです。もう組んでもグラウンドでもブレてない。うわ強い。別に立たれても関係ないんで。キープして固めてっていう考えではない。そうです。それ一番つまんないんで。いやでも何でもやってくるから怖いんだよね。これそうですね。さあチャンスはチョークだ。あ外れた正対する。それでも下がらないねケープは。結構仕留めに行きましたね。そうですね。でも結構打たれ強かったんですよ。おお強いなと思って。その打たれ強いな。別に組んだ時に力があったわけでもないし、別に。さあライジンまた9準決勝リクライハイキック最終第3ラウンドです。やっぱり決めたいなと。でここでもこの試合もセコンドは寝技でいこうって言ってたんですよ。でも俺がもうこの自分が寝技はちょっと嫌だ、寝技じゃなくて立ち技でいきたいって言って立ち技で、教授がそう言うならじゃあ立ち技でやろう。はい。これは効きますよ。でもよく審判が見てましたよね。これ本当に審判に感謝ですよ。タイムストップです。これ飛んでますか。はい。これは効きましたよ。これはめちゃくちゃあれだぜ、これ響くぜ。ぼーっとしますよね。そうですね。でご本人はもうOK って言ってるけど、そうです、OK って言ってるんですけど、セコンドが多分待て待てとか言ってちょっと長めに止めたんですよ。ここからのことはじゃあよく覚えていない。途切れ途切れですね。だからまあマネルケープも多分ここで勝負しないと勝てないなと思ったから、倒しにがね勝てないなと思ったから来たんですよ。そこでこれができるという。まあそうですね。これがやっぱ ATP とかで学んでることなので、やっぱり決めにしっかりいかないと盛り上がない。まだ試合あるんで、しっかり優勝します。ここのマイクは覚えてないですよ。全然。あれ俺喋ったのみたいな。結構倒れたんですよ。パン。これ脳震盪みたいなパーンって本当ですか。ストンってしても。本当ですか。このヘッドバッグ入ってる。危ねえ。ストンってこう気失ったよ。本当ですか。危ねえ。初ノックダウンという。そうですね。ヘッドで。はい。でもまあ立ってるんで付き合ってまだ。ドラマ作るなよって。本当に。花々して。それが主役っすから。2014年12月31日、このライジンが誕生する1年前にこの場所で戦っています。プライド崩壊後、日本格闘技界失われた10年を生き残ってきた2人の準決勝。大塚か石渡か。今準決勝のゴング、スルスルっとコーナーを出てリングのセンター取ろうというのは石渡慎太郎。前回のタハ戦を見た時に結構キックボクシングスタイルになってたんです打撃が。ブロッキングをすごい多用するので、それが一つキーになりました僕。
対する2回戦、右のこのフック一戦、勝ち上がってきた石渡。力のテイクダウン、先にテイクダウンね。タックル取られても、立てるっていう自信はあったんですけど、普通にタックル取られるっていうあんま良くないんで、一つミスをしたら挽回しないといけないなっていうところでした。3年前もお互いチャンピオンでした。ですからそれからお互いベルトは大塚の右、崩れた石渡。戦ってる時やっべえと思いました。効いて倒れたっていうよりはバランス崩したっていう感じだと思いますけど、結構ダメージは今に思えばあったんだと思うんですよ。倒れた時何もらって倒れたか分かんなかったんで、なんていうんですかね、腹立ったんですよねこれで。しかし立ち上がってきた石渡、立ち上がってきた体を密着させながら、さらに柔道バックボーンの石渡の投げ、逆に上になって強いバンドを振るってまいります。怒ってますねいや、ぶっ飛ばしてやろうこいつっていう、そういう気持ちでした。サウスポーの石渡、今度はローキックです。シャニムに打ってまいります。踏みつけあるか、踏みつけてきた。踏みつけとか普段練習するんですか？いや、したら友達いなくなっちゃうんです。まずね、左のロングレンジ、これが飛んでくる。さらに右のフック続けて打ってまいります。ただ大塚も打ち返す。2ラウンドはもう落ち着いていて、ダメージを蓄積させてやろうっていう気持ちでした。2終わった時に見え方的にどうですかってセコンドに聞いたら分かんないって言われたんで、じゃあ3ラウンド目は少しリスクを冒してでも明確に倒しに行こうって思いました。さあバンタム級トーナメント準決勝、石渡慎太郎対大塚貴文。少し距離を近づけてるんですけど、3年前この場所で石渡に敗れている大塚、対する4年前堀口に敗れている石渡。いや、朝比奈さん、本当に2人の激しい息遣いがここまで聞こえてきます。そうですね。この辺は大将はレスリングの成果が出たなって自分で思いました。この時堀口恭司が接戦を制して決勝に行った。左のストレートから右の蹴り、ちょっと大塚効いた、詰める、タックルに行く、どうだ、上でかぶる石渡、手に上げ、これまたこの時はだからそのやっぱちゃんと次の試合に対する期待感を持たせなきゃっていうのがあったんで、ちゃんとフィニッシュしなきゃっていう気持ちはありました。もうこれで勝ったからいいやみたいな気持ちじゃなかったですね。少しコントロールしてた差が出たのかなって僕は思ってますけどね。こういうのとかも聞いて倒れてるんで。石渡よってしまった石渡慎太郎。判定3対0、石渡慎太郎がなんとか大塚貴文を退けて、さあ4年越し堀口恭司の前に立ちます。決勝進出です。決勝に来たよって、有言実行したよっていう、ここからですね。全然石渡さんが勝つなと思ってましたね。はい、やっぱ気持ちが全然違うんで、強い選手だな、ハートの強い選手だなとやっぱ認めてる存在ですよね。はい、特に日本人のファイターで大塚選手もそうですし、堀口選手も高い志を持った仲間みたいな気持ちがあるんで、はい、試合前は言えないですけどね。はい、人間的にすごい尊敬する部分もあるなっていう。はい、本当は正直言うと、もう今終わったから言えますけど、本当は堀口戦なんて考える余裕もなくて、本当に一個ずつ本当に一個ずつやっと勝ち上がってったって感じです。やっとたどり着いたって感じでした。向き合った時に感慨深いさみたいなのもあったりするんですか？いや、来たよっつったんですよ今本当に来たよっつって。